おわるくんとあまるくん、学校のプールで水浴びですか？ああ、遊ぶとなると早起きできるんだからな、あの二人は。ねえ兄さん、ん？あまるくんの次は一体誰なんでしょうね。何が？本当の自分の姿に戻るのは誰かということです。竜になってみたいのか、続く。まあ、そう神経質に考えることはない。このまま何も起こらないかもしれんだろう。ええ、でももしたとえ何かが起きたとしても、兄さん、僕自信があります。たとえ竜になっても自分を見失わない自信が。完璧だ。竜道兄弟がいかに並外れたパワーを持とうと、このガスで神経中枢を麻痺させてしまえば、奴らとてただの肉の塊に過ぎん。どうよこせ。はい。ガスを吸引して検体を医局へ。はっ。よこせ。このガスを使って竜道の小僧どもを生け捕りにしてくれんか。しかし先生、マリガン財団との約束は。知るものか。文句言ってきたらあの女の皮を剥いで電気スタンドにしてやるわい。よう、仕事熱心だな。窓際記者が首相官邸に来るとは、国民新聞もかなり人手不足のようだな。刑事部屋のデカが何の用だ？食うか？いらん。例の武器密輸疑獄事件以来、首相の人気も出てきたようだな。閣僚的模範答弁に終始してるがな。ところで新海さんよ、例の4兄弟のことだが、何掴んでるんだ？掴むって何を？まあいいか。おやおや、経営の中の首相と幹事長が仲良くお見送りとは。そりゃそうさ。スポンサーは大事にしなくちゃ。連中マリガン国際財団の代理人さ。マリガン？ああ、あのアメリカの。美人だな。日系人という話だぜ。マリガン国際財団かなんだか知らんが、アメリカといえば尻尾を振る首相の中堅ぶりはたまらんな。ああ、つまらん取引でもしてなければいいがな。目障りな小物も消え、日本の政府の方も完全に抑えた。これには君の魅力も一役買っているようだ。首相と幹事長は君に特別な関心を持っているようだね。光栄ですさわ。て、次はいよいよドラゴンハンティングの開始か。で、君の狙いをつけた獲物は？次男坊が行きました。やったね、また俺の勝ちだわ。はあ。ねえ、終わる兄さん、もう一回。おい、あの二人潜水したままプール2往復したぞ。2往復 100m だぞ。オリンピック選手だってんなことできるもんか。そうだよな。ありがとう。
なんだなんだ、食事当番を代わりにやってもらうだけだから。今度は絶対負けないからね。そいつはどうかな。おわるくん、あばるくん、鈴子兄貴。食事の時間を忘れるなんてずいぶん熱心ですね。掃除と料理の当番をかけてさ、競争してたんだ。僕3回も負けちゃったの。近いうちにリターンマッチしてやるから。本当？やっほー、お三人さんどうしたのお揃いで。まつりちゃん。まつりちゃんこそ図書館で夏休みの宿題ですか？父の忘れ物届けに来たのよ。我が学院長さんとっても上機嫌だったわ。なんでもね、いいスポンサーがつきそうだとか言って出かけていっちゃったのよ。いいスポンサー？何ですかそれ？共和学院のキャンパス移転知らないの？うちの学校引っ越しちゃうの？うちの父が勝手に考えているだけよ。なるほど。鳥羽のおじさん、また一人で苦労を背負い込むつもりですね。わざわざお呼び立てして申し訳ありません。ミスター鳥羽？とんでもございません、ランズディールさん。どうぞおかけになって。私時間があまりありませんの。はい。ご用件だけ手短に話させていただきます。これはほんの挨拶代わりです。50万ドル？マリガン国際財団は共和学院に総額3000万ドルを寄付する用意があります。さあ、3000万ドル、3000万1ドル130円で計算して、39億円。大した額ではありませんわ。いや大した額です。はい。しかしなぜ我が学院にそのような多額の寄付を？マリガンが支援するにふさわしい教育機関として我が財団が選んだのが共和学院。ミスター鳥羽の教育者としての実績が高く評価されたとお考えになって結構ですわ。それは、いや、それほどでも。ところでミスター鳥羽、調査によると共和学院の創立者のファミリーとあなたはうまくいっていないようですね。竜道兄弟のことですか？いや、彼らとは仲良くしてますよ。うまくいっていないなどとんでもありませんです。はい。まあそれはよかった。共和学院の後継者について我が財団からの提案があります。後継者？つまり私の跡取りですな。ええ、あなたの後を継ぐのにふさわしい人物は竜道家の中にいます。まさか長男のはじめとか？いえ、次男の続く竜道です。続くが共和学院の後継者？マリガン国際財団を代表してぜひお会いしてみたいですわね。未来の学院長続く竜道に。続くが私の後継者だと？なんということだ。さて、図書館に行って夏休みの宿題をやるんですよ。分かってるって。でもその前に腹ごなしの一泳ぎ。あまり行こう。リターンマッチだよ。受けて立つぜ。二人ともあんな調子じゃ宿題まだ全然やってないんじゃないの？構いませんよ。最後に困るのは本人たちですから。続くさん、ちょっと痩せたかな？悩み多き年頃ですからね。あら、続くさんも悩むことなんかあるの？そりゃありますよ。僕だって普通の人間ですから。普通の人間か。竜道家の三男と末っ子はただいまプールに向かいました。
次男坊の方は？女子大生と一緒です。どうします、横瀬秘書室長。よし、その次男坊を狙う。ガスマスクを装着しろ。まつりちゃん。奴は植え込みの中だ。大将軍。何がどうなってんの？そう、分かったわ。引き続きドクター鴨沢の監視を。監視などせず一思いに抹殺したらどうだね、レディエール。もしドクター鴨沢がドラゴンの秘密を掴んでいるとしたら。なるほど。あんな男、その気になればいつでも。しばらく泳がせてみるつもりです。好きにしたまえ。ありがとうございます、ミスター・タウンゼント。至急これを横田基地に回して分析させるように。はっ。なんだと貴様。申し訳ありません。思わぬ邪魔が入りまして。邪魔だと？もしかするとマリガン国際財団の手のものかと。マリガンだと？わかった。詳しいことは後で聞く。祭り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 、お前続くと。最低、エッチスケベ、覗き変態。おい祭り。なに？お前好きな男でもいるのか？はあ？今付き合ってる男性は？何よ、また妙なところからお見合いの話でも持ち込まれたんじゃないでしょうね。まさか。私のことなんかより学院移転の話どうなったの？続さん気にしてたわよ。続に話したのか？うん、学校で会ったから。いや、そうか。続と会っていたのか。二人で会っていたということは、祭りめ少しは続に気があるということだな。祭りと続が結婚し、私の後を継ぐ。私は理事長として実権を握り、ゆくゆくは文部大臣になってバカみたい。私の親父様こと鳥羽誠一郎は上機嫌なのです。それも気味悪いくらいに。だってあのケチな親父様が竜道4兄弟を一流レストランの夕食に招待したのですから。というわけでみんなはめかし込んで出かけることにしたのです。もっとも最初は4人とも乗り気ではなかったのですが、親父様の顔を潰さないようにというはじめさんたちの温かい配慮もあったのです。いらっしゃいませ。どうぞこちらです。いや翔くん、よくやってきてくれた。ん？まつりちゃん、よく似合ってますよ。本当見違えちゃった。ありがとう。孫にも衣装って言いたいんでしょ？そうか、似合うか。昨日買いに行った甲斐があった。さあ席はこっちだ。
ごめんなさい、父のわがままを聞いてくれて。おじさん一体どういうつもりなんだい？私にもよくわからないの。ここんところ気味の悪いくらい機嫌がいいのよ。そういうことなら遠慮なく高い料理をごちそうになるとしましょうか。あー腹減った。さあ食うぞ。ああ、好きなだけ食べるといい。終わる兄さん、これフランス語だよ。じゃあ何を頼んだらいいかわからないじゃないか。ああ、そうだ、続く。ああ、このレストランには上にワイン貯蔵庫があるんだ。すまないが適当に見繕ってきてくれないか？上ですか？ああ、そうだ、お前の好きなワインでいいぞ。ソムリエはいないんですか？そうよ。いや、そのつまりだ。続くはワインに関してなかなかの博識だと聞いたもんだから。ただの聞きかじりですよ。ま、いいでしょう。ああ、すまんな、頼んだぞ。では。ようこそミスター続く竜道。あなたを心から歓迎いたしますわ。ワイン貯蔵庫が上にあるなんて変だと思ってましたよ。私はパトリシア・セシル・ランズデール、マリガン国際財団東京赤坂分室の室長をしています。つまりフォーシスターズのエージェントというわけですか？さあ食べようか。続くがまだですが。当分降りてこいよ。さあ我々だけで始めようじゃないか。どういうことですか？始め。続くが当分降りてこないというのは一体どういうことなんですか？お父さん。そんな目くじらを立てるようなことじゃないんだ。共和学院を移転する計画があってな、移転資金を出してくれるスポンサーがようやく見つかったんだ。それが驚く中でマリガン国際財団だ。はは、その顔じゃマリガン国際財団について知ってるようだな。いろいろと良くない噂をね。そのマリガンが続くさんとどう関係があるの？マリガンのエージェントをしているランズデールという女の人が続くを気に入ってな、二人っきりで会いたいと言うんだ。おじさん、まさか。鳥羽のおじさんはこの陰謀にどの程度加わっているんですか？お膳立ては全て私たちがしたわ。あなたの有能なおじさまはただあなた方に招待状を送っただけ。3000万ドルという寄付金につられてね。そうですか。それならおじを許せますね。ミスター・リュウド、どちらへ？みんなのところに戻ります。さようなら。待て！女の人を殴るのは僕の主義に沿いません。でもお前は女ではない。さようなら。戻りたければご自由にどうぞ。あれは。
どうするつもり？続く竜殿。兄弟から僕だけ引き離して夜の空中散歩ですか。ありがた迷惑な話ですね。ジンフィーズでもいかが？結構です。あなた方に何をごちそうになっても血と死肉の味がするでしょうから。血と死肉の味、私たちにぴったりの言葉ね。フォーシスターズにとって何が最大で最良のビジネスかご存知？知りませんね。戦争のコントロールよ。はあ、戦争を起こし、それを適当な規模にコントロールする。そして武器を売りつけ、適当な時期に戦争を終わらせる。フォーシスターズ、確か4つの財団の連合でしたね。マリガン、デュパン、ミューロン、ロックフォード。4つの財閥はアメリカのすべての産業を支配しているわ。合衆国大統領を決めるのも辞めさせるのもすべてフォーシスターズの考え一つ。そんな大財閥のエージェントがこの僕に何の用なんですか？おとぼけはやめましょう、ミスター・リュウド。いえ、レッドドラゴン。はじめ兄貴、どうしたの？あれに続が乗っている。さすがに世界的な財団は違う。続くに夜空の散歩を楽しませてやるってんだからな。知ってたんですか、おじさん。私はだな、はじめ続くが大学を卒業したら共和学院の理事にしてやるつもりだ。長男の君にとっては甚だ不愉快なことだろうが、マリガン財団も続くの能力を高く評価している。ここは一つ続くに流動鏡を譲ってだな。お父さん、私情けないわ。祭り、他人の力を借りて自分の老いに優越感を示して、それでお父さん満足なの？みっともないと思わないの？私18年生きてきてこんなに情けない思いしたの初めてよ。まつりちゃん、いいんだ。でも行くぞ。私がこの時をどんなに待ち望んでいたか、あなたに理解できて？さあ、一つ提案があるわ。レッドドラゴン、私と組まない？私たちがパートナーになれば世界を手に入れることも可能よ。世界を？そう、ドラゴンの力を利用して権力の頂点に立とうと思わないこと？あなたに貸し付きながらですか？そう。お嫌いかしら？嫌ですね。すみません、マダム。僕は面食いなんです。あなたのお誘いを受けるのは僕にとって耐えられないことなんです。そう、よくわかったわ。何を？息継ぎなしで100メートル以上泳げるあなた方ドラゴンの末裔も神経ガスには弱いよね。おとなしくしているのね。この飛行船は横田基地に直行することになっているの。基地にはあなたを合衆国本土に送る輸送機が待っているわ。鴨沢の作ったガス、効果があったよね。レディエル、そろそろ良いのでは？普通の人間なら1分も持たないで身動きできなくなるはずだけど、あと10分待ちましょう。彼らは特別だから。
しほどにもない。兄さん、どうして僕たち兄弟は他人と違うんですか？嫌なのか？自分の力を隠すのは面白くありませんよ。でも普通に振る舞ったら化け物扱いされるし。なあ続く、お前や俺がこんな風に生まれたのは俺のせいか？いえ、違います。じゃあお前のせいか？違います。そうだろ？だったら続く、お前が気にすることなんかない。兄さん。兄さん、僕は。まあ、まだ意識があるよね。やめた方がいいですよ、こんなこと。きっと後悔しますよ。ワイヤーをほどいてあげてもいいわ。さっきの言葉を取り消して私に許しを請えばね。お断りします。僕は嘘は言えないたちでしてね。シャープ！誇り高きドラゴン、とても見られた格好じゃないわね。今度目を覚ました時はアメリカ本土よ。日本によくお別れを言っておくことね。兄さん、お悪く甘るく。いずれにせよ変身する運命ならば、僕は自分自身の意志で竜になりますよ。レディエル！レディエル、危険です。お下がりください。ドラゴン、ファイヤードラゴン。撃てー！やったか！レディエル、操縦室。あそこなら防火シャッターがあります。兄さん。アマルは竜になったと意識をなくした。僕はたとえ竜になっても。続く兄貴！船長、キャビンの消火は不可能です。船長、横田基地まで飛ぶのよ。無理です。コントロールが効きません。どこかに不時着させてください。いいえ、あのドラゴンは何としてもアメリカへ連れ帰るのよ。限界です。不時着します。ダメよ。高度上げて、もっと高度。
続兄貴なのかい？他に考えようがないな。よかった、続兄さん生きてんだね。ああ。あれは竜だ。今度は都庁か。東京は厄年だな。何なんだよあれは。竜？まさかな。ファイヤードラゴン。グリーンベレーを出せとおっしゃるのですか？そうだ。今回の事件にアメリカが関係しているという証拠を全て回収する。乗務員の死体も？もちろんだ。急いでくれ。大統領閣下には私が直接連絡する。了解しました。では先発でハリアーを出してドラゴンを攻撃させます。で、日本政府には何と？日本日本など合衆国の第51番目の州と同じようなものだ。どうとでもなる。続兄さん。終わるとアマルはここで待っている。都庁には俺一人で行く。ここまで来てそれはないだろ。終わるはアマルを守るんだ。俺が頼んだぞ、世界白竜王陛下。兄さん。いいな、そこを動くなよ。そりゃないよ、はじめ兄貴。止まらないでくれよ。都庁ビルは懸命な消火活動にもかかわらず現在なお炎上を続けています。火災の原因は飛行船の衝突とされていますが、その被害の規模の大きさから爆弾テロの疑いも出てきました。繰り返します。都庁ビルはまったくどいつもこいつも私の苦労を知らんね。現在なお炎上を続けています。火災の原因は飛行船の衝突とされていますが、その被害の規模の大きさから爆弾テロの疑いも出てきました。スナブロケットを使え。大逆。楽はできないな。大丈夫なのかよ。どけどけ。
さん、あれ自衛隊？という感じじゃないな。こいつははじめ兄貴に知らせる必要がありそうだな。なんで？そう思わないか？要するに都庁へ行きたいんだね。いや、はじめ兄貴に重大な情報を知らせるのさ。行くぞ。レディエル、はじめ竜殿。マリガン国際財団の方ですか？ドラゴンの末裔、美しいわ。レディエル、お逃げください。この男は私が食い止めます。やめろ！あんたたちと争ってる暇はない。隊長、こちらのブロックにはいませんでした。よし、次のブロックへ。続く。もういいだろう。続く。続け！続く。なぜお前が竜に変身したのか、その訳は知らん。だがもういいだろう。気が済んだだろう。俺の声が聞こえないのか？続く！続け！続く！続く！大丈夫か？こんばんは。お互いに大変な夜だったな。はじめ兄貴！終わる！余る！待ってろと言ったろ！それどころじゃないぜ。なんか外国の兵隊みたいな連中がここに来てんだ。多分マリガンの連中を助けに来たんだろう。続く兄貴、助かったんだ。ええ、なんとかね。急ごうよ、都庁が崩れちゃう。あっちの階段で。はじめ兄貴、これあの連中のだよ。ちょうどいい。ちょっと借りるとするか。兄さん、竜になるってあまり気持ちのいいもんじゃありませんね。疲れただろう。眠っておけよ。はい。
しい人よ、風に向かってその髪なびくままに何かに耐えている。人は誰でも孤独だけれど、それでも助け合える。誰かを愛してる。見上げる空の彼方にも希望は溢れているよ。いつでも君の味方、大丈夫、信じていて。続く兄貴すごかったな。ファイヤードラゴンだってさ。ホワル兄さんはどんな竜なんだろうね。ラーメンの丼に張り付いてる竜じゃないの。そんなのんきなこと言ってるからオワルくん敵に捕まっちゃうのよ。え、次回はそういう展開なの？僕たちオワル兄さんを助けようと思ってマリガン財団に殴り込みかけたんだ。ところが俺は筑波にいたのでした。ああ、勘違い。次回4兄弟の逆襲。誰でもいいから助けに来てくれ。